こんにちは。おうちの家庭菜園です。今回は人生初の生姜栽培に挑戦です。生姜栽培するときには芽出しをしてから植え付ける方が失敗が少ないと聞き、チャレンジしていきます。どんな感じになったのか見ていきましょう。3月31日、生姜の芽出しをやっていきます。カインズで購入した千葉県産の大生姜。どんなものを選ぶべきか悩みましたが、大きくてみずみずしいものをチョイス。芽出しの方法を調べてみると、発泡スチロールの中で芽出しをするのがいいらしいです。今回の大生姜はこんな感じ。生姜ってこんなに大きいんですね。スーパーなどで買う生姜がいくつかつながってる感じ。生姜ってこんな感じに大きくなるのか。これを土の上に置きます。もう一つの生姜はどうでしょうか。こちらもしっかりとした生姜で植えずに食べたいくらい。市販されている生姜も植えれば育つんでしょうか。園芸用と食用用で何が違うか分かりませんが、今回は園芸用を使います。両方の生姜が土にある程度かぶるように生姜を埋め、20度程度ある室内で保管するだけとのこと。本当にこれだけで芽が出るんでしょうか。土が乾いたら霧吹きで湿らせるようにして保管します。あとは最後に発泡スチロールの蓋を閉めます。5月12日、芽出しから52日後です。芽出し作業をしてからの生姜はどんな感じになっているでしょうか。土から出してみると生姜から芽が出ていますね。生姜の芽ってこんな感じなんだ。白いものが出ていますね。さて、重さを測ってみましょう。重さは 253g あるようですね。これでは大きすぎるのでカットしていきます。芽が出ている部分を分けるようにカットしていきます。この部分とこの部分ですね。この2箇所を包丁で切り分けていきます。本当なら熟年の方だったら手で折るようにして分けるのが本当はいいようですが、私は今回初めてなので包丁で切り分けていきます。重さを測ってみると 107g ですね。他のものはどうでしょうか。こちらの芽が大きく出ているものは 93g です。最後のもう一つはちょっとだけ芽が出ているやつ。こちらは 52g。一つあたり 40g あればいいようなので大丈夫ですね。こちらは塊で埋めます。142g ですね。分けた場合と塊とで違いが出るのか楽しみですね。さあ、こちらのプランターに植え付けていきましょう。土を入れてからいつもの元肥を入れて混ぜていきます。こちらは最近使っているマイガーデンの元肥。今回もこちらを使っていきます。いつものようにパラパラと土の表面にかけたら土をよく混ぜていきます。こちらのプランターでは 142g の塊を植えていきます。本当にしっかりした株ですね。本当は縦に植えたかったのですが、後々土増しをするのでそのスペースを確保するため横にして植え付けていきます。少し土を掘ったら生
生姜に土をかぶせていきます。どの程度土をかぶせるか悩みましたが、生姜の上にだいたい10センチ程度の土をかぶせることにしました。その作業は倍速でお届けします。表面を平らにならしたら完了です。さあお次は3つに分けた生姜を植え付けていきます。こちらは不織布のプランターを使います。少し深さがあるので折り返して半分くらいの深さになるように調整していきます。不織布だとこういった調整ができるのでいいですね。土に元肥を入れて混ぜたら植える穴を掘ります。今回はこの3つの株を植え付けていきます。包丁で切った断面は少し天日干しにして乾かしています。プランターの深さがある程度あるので縦に植えたいと思います。このように植えたら土をかぶせて終了です。こちらのプランターではちょっと多く土をかぶせすぎましたね。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。おうちの家庭菜園ではベランダでできる家庭菜園の動画を投稿しておりますので、よかったら他の動画もご覧ください。それではまた。